にちは。今回はダンダダン第6話への視聴者の反応をご紹介します。この動画では最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。みんな口悪いな。なんかボラボラでエロい。ここらへん原作ではなかったけど、ちゃんとライターとして描いているね。綾瀬さんまたエッチな格好にされてる。勢いがあって大変よろしい。ヒロインが一番かって。このアニメ切るところおかしいよな。ジッポ十字架かよ。青い炎だったからガスライターじゃないかな。ジッポはオイルだべ。俺はオイルの匂いのしないガスライターでタバコに火をつけるわ。ライターって油臭いの。ジッポは油臭いよ。オイルライターはね、100円ライターじゃなくて自分で油充填するタイプっぽいし、油臭くもなる。ターボババアの強者感がすごい。ババアこんなんなっても大妖怪の風格あるな。なんだかんだババアいいな。ターボババアが主人公だったとは面白すぎるだろう。アクロバティックサラサラ。生息地主に福島県の市街地に神出鬼没に現れる。目撃情報08年頃からネット上で語り始められた背が異様に高い女性の妖怪。赤い服を着て裸足というのが特徴。長くサラサラした黒髪で左に多くの切り傷、口が大きく眼球がなく黒く染まっている。得意技車の屋根を渡り歩いたり屋上から飛び降りてきたりする派手なアクション。ローカルだな。最近の妖怪だったのか。そんな最近にできた妖怪伝承あるのか。まあ小鳥箱とか尺八様とかも新しめだし。八尺様な、マジで都市伝説にあるんか。福島知らない。これでサラサラやられたら17歳は出番おしまいか。さすがにポケモンみたいにみんな仲間にはならんか。ターボババアかっこよかった。やっぱ勢い大事だな。アニメは面白えわ。アフレコの現場は楽しそうだな。もっと服が溶けてもいいのに。オカルン変身しても弱すぎ。なんか武器が欲しいな。ポポや槍みたいなの。ターボババア能力を使いこなしてない。まだ 30% 以下。オカルンせっかく変身能力あるのに役に立たないな。これからずっとターボババアがマスコット枠なのか。マスコット枠はそうだよ。金玉とクソだら連呼しまくりやな。ターボ BA がいい味出してるな。いろんな意味でどっから突っ込んだらいいかわからんアニメだ。ジョレーババア、ターボババア、おしゃれババア、ジジイが出てこねえ漫画だな。ジジイ伝説とかないからな。作画が良すぎるな。サルサスガだぜ。漫画に勝てんと思ってたが、アニメで面白さ倍増してる感じな。アニメ向きの題材だったが、それを活かせる力のあるスタジオでよかった。少し原作よりオマイルドだったわ。人気声優さんに金玉連呼させるとは。焼きそばパン食べるババアが可愛い。ターボババア見てるだけで楽しいわ。今週もめっちゃ面白かった。アクロバティックサラサラキクコさんかよ。あやねるはクズイ役だとハマるな。美少女アイラネル完璧だったわ。なんつうハマり役。アイラが玉いじる仕草が無駄に丁寧で笑った。招き猫にそんなパワーが。玉視点でポケットに入っていくアニメーションがなんかすごかった。ゴールデンボールが。オカルンの玉を握ってる。それ金玉ですよ。そんなでかいビー玉があるか。つうかあるけど割れるわ。親方、空から金玉が。金玉ガンが綺麗な金玉だなとか言ってくれないかな。みんなの玉もこんなにでかいのか。オカルンの玉こんなにでかいんか。2個が合体して1個に。金玉のせいで見えるようになったんか。これドラえもんが首からぶら下げてるやつだろ。金玉って実際はピンク色なんだけど、美少女が金玉握ってる。女神のカフェテラスかな。ゴールデンカムイ、ほんと下品なアニメってやだね。でもアシリパの地、ポと同じで原作から連呼してたから。知らないでオーディションを受けた方が悪い。新規への人気声優の和歌山紫音に金玉を連呼させるひどいアニメだ。ちいな号、ほっぺに金玉を押し付けるとか、いけません。 JK2 人が主人公の金玉をめぐって争うジャンプ少年漫画って全人類が見たかったもの。こ
こから全く想像できないけど、ダンダダン屈指の泣けるエピソード。ていうかオカルン、顔に金玉押し付けちゃった以上責任取らないと。アヤネルメインキャラなんだな。漫画読んだ時は全然面白くなかったけど、アニメで見たら面白いな。今回は面白かったわ。30分濃いのに早い。面白いな。漫画買おうか迷ってるんだけど、どうすればいい？ジャンププラスでとりあえず読もうぜ。ダンダダン全巻集めとけばよかった。6巻くらいでなんとなくやめちゃった。やば、面白いな。原作者はチェーンソーマン原作者のしやってたんでしょ。チーフアシスタント。そうなん、やるやん。10年以上売れないで、ただひたすら下積みを続けてきたスパイファミリーの作者、そしてダンダダンの作者もまたしかり、ハングリー精神を持った作者が報われる数少ないで。担当に恵まれたのか。女の子がもうちょっと可愛いといいのに。そういうのは30分前のアニメで。ターボババーネコ、ナルトの地雷嫌的なポジションなんだよなマジで。スタジオがサイエンスサルにしてはあまりキャラ崩して動かそうとしないな。湯浅がいなくなったからなんか。来週アニメで初見アクサラ見られる人たちが羨ましい。未だに一番好きなエピソードだ俺。来週アクサラの過去で泣く準備はできてる。面白かった。アクロバティックサラサラは17歳なのか。だいぶ音声には加工してる感じだけど、出せるもんなアドスの聞いた声も。戦闘シーンとかここってとこにはちゃんとリソースが配分されていて、スピード感があって痛快だった。しょっぱなの玉情報って単語がもう面白い。アイラさんは何かにつけて美少女だからっていうの面白い。金玉金玉言ってて急にホラーになるのがスピーディーでいい。あと、なんだかんだで桃とオカルンを助けるターボババア優しい。素直じゃないけど。やべえ女がやべえ会員に狙われた新たな会員。アクロバティックサラサラ。名は体を表すって言葉がありますが、実にアクロバティックですね。ただ、私の子供はどこというセリフ、過去に子供を亡くしてるのかな。この会員相手にオカルンたちはどう戦うか、続きが楽しみです。オカルンが桃の魅力に気づいたようです。お声よ、1話からずっと可愛かっただろうが、今回ポットでの挑発ババアはよくわからん。でも強さ的にやっぱりターボババアには劣ってる感じがする。やべえ女ってアイラさんとアクロバティックサラサラのことだったか。いや後者は名前が荒れすぎてくくったら名称そのまんまだったわ。ターボババアは招き猫の姿でも活躍するのね。綾瀬さんはなんだかんだ頼りになるし可愛いですよね。圧倒的に面白い。ターボババアのラッキーキャットプリオ、バディからチームになったな。オカルンと桃の相思相愛ぶりが程よいラブコメ感を保ちつつ、金玉を顔に押し付けられるのは気の毒だな。場面場面で変わる色設計も魅力だ。初登場のインパクトから、おそらく捨てキャラではないとは思っていたけど、何かにつけて美少女を連呼する金の玉の所持者アイラが実に良いキャラでした。アクロバティックサラサラの登場とともにピンクに染まり非日常感をかきたてる演出も、毎度のことながらお見事で見入ってしまいます。桃の悪い噂が流れていることに怒るオカルンかっこいい。金の玉を拾ったアイラの暴走が止まらない。それオカルンのだよ。招き猫ターボババアは偶然を必然にする高温上昇のバフ効果あり、アクサラの過去は原作で知っているので、私の子供はどこのセリフだけで泣けてくる。笑いあり、オカルンによるボーイミーツがある的要素あり、オカルトあり、戦闘ありと、バランスよく詰め込まれてた幕の内弁当みたい。自覚的に美少女っていう性格悪そうなアイラ。オカルンと桃によるターボババアとの対決で起こったように綺麗な光景で、自分は選ばれたと思ってそう。作画もすごいがキャストも豪華だな。妖怪はレジェンドクラスを、同級生は売り出し中の若手。そう考えるとナナさんのポジションが割と絶妙。あとアイラがめちゃくちゃ良いキャラだ。アヤネルがハマり楽。体感無風。体感にターボかかってる。あと毎回うわって声が出ちゃういうシーンある。アクロバティックサラサラ出てきた時とか、ももちゃん当然可愛いし、オカルン普段も変身時も両方可愛いたすかっこいいし、えあいこっちゃ。
最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのご感想や注目ポイント、考察などありましたらコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは最新アニメのみんなの反応や感想をご紹介しています。様々な考察や多様な意見を聞くとこれまでなかった視点が増えてアニメ視聴の新しい発見があるかもしれませんので、ぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。